サワディーカップ、島田ひかるです。本日は東京のポップアップイベント会場に来ております。本日の動画はですね、今回の東京でのポップアップイベントの準備編ということで、どのようにして準備してきたか、また今回のポップアップの見どころ、テーマなどをお伝えしていけたらなと思っております。それでは今回この会場のオーナーさんお呼びしておりますので、登場してもらいましょう。どうぞ。はい、彼がですね、この場所クラフトワーク京島のオーナーである杉本くんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。実は彼は僕の大学の友人でして、今回東京でポップアップイベントをやりたいというお話をねしていたら、彼が快く引き受けてくれました。ちなみにこの場所は普段はどういう風に使われてるんですか？普段はですね、自分がもともといろいろロケットとかですね、いろんなものづくりを行ってたんですけども、ものづくり作業場として使っているっていうところもあります。あと他にはですね、自分だけではなくて、自分のですね、出身の大学の後輩とか、あとはさまざまな大学生が集まって普段ものづくりとか、いろいろそうですね、例えばロケットとか、ハンドメイドのものづくりとかを行ったりしてます。もう彼は本当に大学の時からそういうロケットとかね、自分でね作っていたりして、すごい面白い活動をしている素晴らしい友人です。普段はこの作業場っていうことで、今回テーマ発表しますと、武骨さをテーマにしております。武骨さ？そう、武骨さ、ワイルド武骨さ、そういったところをテーマに今回アイテムたちを持ってきました。商品ラインナップもそうですけど、内装も作業場武骨感を出して仕上げていますので、そしたらじゃあ中見ていきましょうか。その前に今もすでに準備してあるんですけど、ゼロからねどのようにして組み立てていったか、ちょっとプレイバックどうぞ。それでは行きましょうか。はい、まず入っていただいて、こういう風に流れていくのかなと思います。で、壁にかけてあるのはワイルド、武骨感、アウトドア、そういったものをイメージして壁にかけております。このね、デニムであったり登山系でレザージャケットなりをこう置いてる感じですね。この壁を一面埋めることがやっぱり古着屋感をね醸し出してると思うんですね。確かに、すごい古着屋の感じが出てますね、ここで。そうで、こういったのはもともとねあった、机もそうだし棚もそうで、こういうのも活かしつつ、本当ねありがたいのは、このね壁とかもともとは釘とかなかったんだけど、全部打ち込ませてもらって、そういうところもね自由にやらせてくれたのはすごい助かった。なんでここ全部別に自由にやっていいわけ？そうだね、ここは自分が今この作業場自体もですね、実は今のこういう床とか、そういう壁、そういうところを結構自分で全部なんていうんですかね、組んでるんですね。賃貸なんだけども、そこは自由にいろいろさせていただいてるっていう、大家さんの意向になります。そうだよね。最初ここね、もう全然違かったもんね。こんな綺麗じゃなかったもんね。もう全然違う。そう綺麗に仕上がったこの会場を今回僕も貸してもらったっていう、そんな感じだね。壁にアウターで、棚にスウェットを並べています。結構ね、思ったよりね、ここがね幅がねあったから、重ねちゃうと相当スウェットの量も必要だしということで、以前のねポップアップの時は重ねてたんだけど、今回は1枚ずつ、全部平置きで置いてるっていう感じ。埋めちゃった方がね見栄えいい。いろいろ色鮮やかですごいいいなって、こう手に取って見たくなる感じですよね。で、じゃあ奥入ってきてもらって、ここはまだねちょっと全部準備しきれてないんだけど、そうだな、もしかしたら T シャツをちょっと置くかもしれないかな、追加でね。それは当日の気温にもよるかも。暑い寒いによって変えていくっていう。面白いね。もちろんね、11月だから冬本番に備えてで買う人が多いと思うんだけど、もうその瞬間に着たいっていう人もいると思う。確かに。もう今日着て帰りたい。もう今日みたいな暑い時とかね、半袖じゃないとちょっと暑い時はみたいな。で、はい、ここ見てほしいのがキャップたち、まだね5種類しかないんだけど、これはチェンマイとか、バンコクで買ったもので、これ一部マレーシアとかもあるね。動画でも全部紹介できてるかな。そういったものがあります。はい。もあると。で、そしたら
ハンガーラックはここね2台並べていて、ここはアウターフリース系ですね。さらっと着れる系のものをここ揃えてます。圭吾なんかはこういったパタゴニアとかが好きなんじゃないの？そうだね、結構山登ったりとかするから、そうだよね、そういう時に普段着として山登りの時にもフリース着れるし、これからだってね季節的にはちょっとそういう山登ったりもできたりとかするからね。この辺パタゴニア5着6着ね揃えてあるから、結構豊富にあると思う。いいね、本当だ、すごいいっぱいある。じゃあ、そしたらそっち行こうか。 OK でここね一応通路として通れるようになって、こっちも同じような作りなんだけど、こだわりポイントとしては目に一番入ると思うこの工具をむき出しに出してるとこ、そしてこの角度から見えるマキタね。はいはい、これかっこいいよね本当に。これはねいいなって思う自分でも。これはもうこの工具とかこのマキタとかも普段使ってる、ここで使ってるやつだから、それをこう生かす、なんかちょっと古着チックな感じで、普段使ってるものを生かすというか、似てる感じがニュアンスとしてはあるかな。でこのラインナップにやっぱり合うのはカーハート、で同じ並びのダックジャケットとかデニム系を並べたっていう。どうですかこの並びは？くりかな。やっぱこの作業場とこういった武骨なもののコラボレーションはすごい自分としては結構いいねっていう思ってて。でもさもう見てほしいんだけど、これとかもめっちゃ汚れてるじゃん。確かにね、汚れてるし、こういったダメージで補修もこっちもそうなんだけどね、もうこんなボロボロ、もうこれがいいんだよ。こういうところが味があるよね。そうこう古着屋さんね巡るのが好きな人とかやっぱこういうこのダメージ感がたまらないんだよね。でも確かにね、なんかでも合ってるなっていうことはすごい思う。自分でこうやろうと思っても、同じのって再現できないし、そうだね、やろうちょっと勇気いるじゃん、これ今から傷つけるのかって。なんか難しいもんね。自分で傷つけたわけじゃないもんね多分ね。もうほんと経年劣化なのか、使ってて自然とね、そういう歴史も感じられるかな。使い手の歴史がやっぱ刻まれてるって感じ。そうで、じゃあこう見てって、スウェットがありますと。で一番奥にカフェを設置しております。入ってきてもらって、ここでね当日僕が、ハンドドリップコーヒーでまたウーロンティーとタイミルクティー、この3種類のドリンクメニューを用意しています。ちなみにねこのロケットは彼が作ったロケットです。すごくない？自分が作ったロケットですよ。すごいよね。当日も展示できればなと思ってるので、これはぜひ見て触ってください。このアポロの感じとかもほんとそのまま生かして全体的にすごくいい仕上がりになったなって思う。本当にそれは確かにね、ここに来てもらってやっぱちょっと見てもらいたい。いや本当だよね。空気感をなんか全然今ちょっと空気感をすごい伝えたいよね。いやこの今の空気がすごい作業場からなんかもう様変わりして。そうね本当にそうだよね。本当にもう古着屋さんとしてみんなって前あそこ通る人もみんな古着屋なんですかみたいなすごい声かけてくれる。この準備中ねやっぱね看板置いてたからかもしれないけど、古着屋さんなんですかって入ってきてくれる気になって見てくれる方もいたし、あとはここをね普段からずっと通ってる方なんかはもうこの変わりようにすぐ気づいてね敏感にね、あれ今日はなんか違うみたいな。そうね。だからそれくらい人通りが多いっていうのは、前回の茨城の時とまた違うのかなっていう、そこはやっぱやってみてどうなるかっていうのすごい楽しみなとこだよね。そうだね。で当日はそうだね、ここでコーヒーとかドリンク入れるのでこう休んでもらって、2人だね。2人分だからあともしね万が一結構人が来たらちょっと椅子出して、こうちょっとゆっくりしてもらいながら、この眺めいいよ、ちょっと見てみて。これはすごいね。いやこの眺めほんといいよね。いやいいね。すごい服に囲まれてる感じというか明かりもさ薄暗い感じでさ、それと古着マッチしてるな。かといってさ清潔感もあるじゃん。そうだね。この下の空間はすっきりしてるからね。光の反射が結構いいんじゃない？今の日中の感じだと服の照らし方がすごいいいのかなっていう。じゃあこんな感じになったかな。いや本当ね当日楽しみ。いや楽しみだね。どんな人が来るのかみたいな。いや本当にね、本当今日こんだけ準備しっかりできたっていうのはすごくホッとしててほんま2週間後なんだけど、その時にねこう慌ただしくしなくて済む、今日何が足りなかったかっていうのもう分かってるから、それだけね茨城から持ってくればあとはお客様を待つだけです。確かに。
実際東京でのポップアップは11月の2、3、4日土日月曜日3連休になってます。10時から18時です。たくさんのご来店お待ちしております。はい、前回の茨城のポップアップも大好評でした。その時はねご都合が合わなかった方、今回ぜひ東京ですのでね、アクセスは前回よりもいいと思います。ご都合が合うよという方はぜひいらしてください。実際ね会ってお話できることを楽しみにしております。いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは普段タイの古着仕入れの様子などを上げています。そこで仕入れたものをこのようにポップアップイベントを開催して、視聴者の方お客様とお会いして古着仕入れのエピソードトークなどをねできたらいいなと思っております。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。杉本くんも視聴者としてねいつも見てくれてありがとう。いやいつもこの動画からこの古着のストーリーを得るのがすごいいいなと思って、実際だからこの店に来ていただく前に見てもらうと多分古着のストーリーがより深く知れるのかなっていう。圭吾もなんかこの今日置いてあるアイテムの中でなんか見覚えあるなっていうのもちらほらあったんですよね。そうだよね、あそこで仕入れたんだなとかいうのはやっぱり動画視聴者としてはおっていう感じで、ちょっと発見なんか宝探しみたいな感じのイメージがあるかなって、自分は知ってるみたいな感じで、僕もこう一個一個本当にピックアップして本当心込めてね仕入れてるから、それぞれに思い出があるから、これどこで買ったのとか言ってくれたら、あこれこうでこうでっていうストーリーがやっぱそこで生まれて会話できるって感じ、それが本当にここに来る一番の楽しみになるかなって思う。確かにね、なのでぜひ僕の動画見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いしますでは当日お待ちしております。それではバイバーイ。11月2、3、4日の3日間、歴史と文化が息づく東京墨田区京島にてポップアップイベントを開催します。はるばるコーヒーはタイチェンマイで直接買い付けたハンドドリップコーヒーです。生産者の情熱に心打たれた日本では珍しいタイ産のコーヒーをご用意しております。古着はタイを中心に東南アジア各地で時間をかけて丁寧にピックアップした特別なアイテムばかりです。市場や倉庫で出会った古着を通じて異国の空気やストーリーを皆様にお届けします。カーハートやパタゴニア、ラルフローレンなどアウトドアやワークスタイル、ワイルドなファッションを好む方にぴったりのアイテムを揃えています。会場は普段は作業場として使われている空間をそのまま生かした武骨でワイルドな内装。コーヒーを片手にゆったりと古着の世界に浸ることができる特別なひとときをお楽しみください。皆様とお会いできることを心より楽しみにしています。